こんにちは。東京限界多肉です。夏越し特集としていくつか動画を配信してきましたが、今回はそのシリーズの最後の動画になると思います。夏の終わり、秋へと移り変わる時期に気をつけるポイントをお話しします。では早速本題に入りましょう。まずポイント1つ目、秋になって太陽の位置が低くなってきます。この図を使って説明していきます。夏の間は太陽の位置が高いので、日差しが、多肉棚の手前側に主に日が差してきます。こういう感じです。でもこれからの季節、太陽の位置がだんだん低くなってきます。低くなってきた時に、ちょっと極端な話、この棚の奥の方にも日が当たるようになってきます。9月以降も日差しはまだまだ強いので、棚の奥にあった苗は要注意です。特に夏に体調を崩していた苗はピンチです。秋になって回復してくれると思いきや、この直射日光を浴びてしまうことでとどめを刺されるケースも多いです。よくあるのが、ようやく夏が終わった、無事に夏越しできた、ちょっと体調を崩してるけど、でもこれから大丈夫でしょう、秋になったら回復するだろうなんて思っていたら、この太陽の直射日光をガンガン浴びてしまって、葉焼けしたり樹れたり、その弱っていた部分が直射日光を浴びることで弱ってとどめを刺されてしまうということが結構あります。なので夏の終わりは意外と注意が必要です。ある程度日光に当たることに慣れてくれば、多肉の方も問題なくなる場合が多いので、夏が終わったからといってすぐに油断するのではなく、しばらく様子を見ることをお勧めします。私はもともと遮光率 20% ぐらいの寒冷紗を1枚遮光しているので、それについては9月いっぱいは外さないつもりでいます。直射日光が当たる時間の長さによってこの辺りの対応は変わるんですけど、ポイントとしては、夏を乗り越えたからといっていきなり油断しないっていうところがポイントになります。もし夏に弱ってしまって、なるべく日が当たらない棚の奥の方に避難させていた多肉がいたら、しばらくは様子を見守ってください。続いてポイント2つ目です。これからの時期はハダニも発生しやすいです。虫の対策も行っておきましょう。私は主に業務用の殺ダニ剤を使っています。このダニサラバとダニコングフロアブルです。家庭用とは異なり、明らかに効果があります。以前は1000円しないぐらいのもっと小さいサイズの殺ダニ剤、家庭用の殺ダニ剤も使ってました。ただそちらは正直効果があまりなかったです。2種類3種類と輪番で使ってもダニが発生してしまうことがありました。この割と最近発売された業務用の殺ダニ剤、この2種類に変えてからはダニが全然発生しなくなったので、やっぱり効果が高いのかなと思います。ただちょっと高いんですね。お値段はちょっと高いです。確かこれ1個で5000円ぐらいするので、ちょっと高いなと思うんですけど、その分効果がありますし、家庭用の殺ダニ剤を使って効果が見込めないと、たとえ1000円2000円でも払った分だけもったいないので、私は業務用のダニ剤をおすすめします。使用している薬剤は概要欄にリンクを貼っておきます。同じ薬剤は1年に1度しか使えないので注意してください。何度も使うとダニに抗体ができてしまい、薬が効かなくなってしまうのでご注意を。私はこの2種類を春と秋にそれぞれ撒くようにしています。皆さんも最低でも2種類は買うようにして輪番で使うことを心がけましょう。以上、夏の終わりに気をつけるポイントでした。
ちなみにずっと写っていたこの子ですが、この子はプリドニスになります。葉先が葉焼けしてしまっているのがわかるでしょうか。見た目は良くないですが、このくらいの葉焼けであればまず助かると思います。中心点は無事のようです。小株も出してくれていて、今プレステラの105に入っています。結構大きいんですよ。わかりますかね。実はこの子は遮光していないところに置いていました。そのため葉焼けしてしまいました。なんとか助かりそうですけど、でもやっぱりちょっとかわいそうですね。中心の部分の葉っぱ黒くなってしまいましたし、これが全てきれいになるまでにはどうしても時間がかかります。やっぱり面倒くさがらずにしっかり遮光するべきでした。こういったこともあるので、来年の夏はもっと気をつけないといけないんだろうなと思っています。そんな反省点のご紹介でした。今年の夏は本当に厳しかったですが、皆さんの多肉は大丈夫でしょうか。夏越しの状況についてぜひコメントでシェアしてください。毎年対策をアップデートしていって一緒に頑張りましょう。今日のピックアップ多肉。今日ご紹介する苗はこちらです。これは葉山グリーンテラスさんから購入した苗です。品種は惑星の星。私惑星の星大好きな品種なんです。交配式はわからないんですけど、このパキッとしたウォーターマークと細長くも少し厚みのある葉っぱが魅力的です。爪もツンツンしていて、私こういうツンツン系、そしてツルツル系の多肉が大好きなんです。この子はプレステラ90に入っています。もう2年か3年ぐらい育ててる苗だと思いますね。結構日がしっかり当たるところに置いていたんですけども、今年の夏葉焼けしている様子はありませんね。葉の裏側は少し赤みが残っています。冬になるとはっきりと紅葉してくれるので、そこも見応えがあります。あまり流通していないかもしれませんが、でも確かリエールさんも出してたと思うんですよね。結構珍しい苗だと思うので、もし見かけることがあったらぜひチェックしてみてください。このチャンネルでは庭やハウスがない限界ギリギリのベランダでも多肉を楽しむ方法を発信していきます。ちょっとでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また皆さんのコメントが本当に励みになります。いつもありがとうございます。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。